30年前、日本国民は気づきかけていた。日本には族議員、天下り官僚、大手企業の癒着構造があり、そこで作られる利権、既得権益が、民主国家日本の国民の権利を奪っている。そして、族議員、天下り官僚、大手企業を結びつけているのが、政治権力による日本の大手企業に対する国民の税金の利益誘導だということも分かっていた。国民は状況を変えなければならなかったが、皆が仕事を抱え、忙しく、政治に関心を持っている余裕もない。皆、テレビや新聞の報道を見るのが精一杯だった。外に出て、族議員、天下り官僚、税金の利益誘導を受けている大手企業を非難する。デモ活動をやっている余裕は、当時の日本国民にはなかった。それでもわずか数ヶ月ではあったが、日本で初めての政権交代が起こったのは、この時期だった。50年間続いた与党が、この時初めて野党になった。しかし、わずか数ヶ月で、政治権力は元の与党に奪い返される。そして結局、日本国民は、2001年から2006年まで、総理大臣をやった男に見事に騙された。あの総理大臣は、50年間続いた政治権力を、自分が内側から変えると言った。そして変わらなければ、自分がこの政治組織を、ぶち壊すとまで言った。そして国民は、あの総理大臣が、利益誘導に頼る大手企業をなくして、もっと公平な、実力のある者が活躍する経済を、目指すのだと思った。あの総理大臣は、これから日本政府は、聖域なき構造改革をすると言った。そして、これまでの公共機関で行ってきた業務のうち、民間へ移管できるものは民間へ移管する。と言った。このことにより、競争の促進による経営、業務の効率向上により、料金の低下とサービスの質の向上が見込める。また、株式売却などによる財政赤字の削減効果がある。そう言った。
25年前は、俺もまだ青2歳だったから。あのキャッチフレーズが、いいことのように思えた。戦後75年間、当時は50年間。常に同じ政治組織が、政治権力を持ち続けることには、俺は反対だったが、与党の中の他の人間が総理大臣をやるよりは、あの男が総理大臣をやった方が、いいような気がした。そしてまず俺は、あの総理大臣が言った。競争促進という言葉に騙された。庶民が求めていたのは、政治権力の大手企業に対する利益誘導をなくして、政治、官僚、財界人の癒着をなくすことだった。そして、隠れた特権階級から、自分たちの権利を奪い返すことだった。そして、あの総理大臣が言った。競争促進という言葉は、政治権力の利益誘導を止めて、政治、官僚、財界の癒着を潰し、特定の大手企業を、他の企業と同じように競争させる。というイメージを持っていた。だが結局それは、イメージだけで。あの総理大臣がやったことの中身は、そのイメージとは、まるで違っていた。俺はあの時、そのことに気づけなかった。あの総理大臣は、競争促進の前にこう言っていた。これまでの公共機関で行ってきた業務のうち、民間へ移管できるものは民間へ移管する。つまりあの総理大臣は、一部の公共機関を民営化する。と言っただけで、族議員、天下り官僚、利益誘導を受けている。一部の大手企業には、全く手をつけなかった。そして、隠れた特権階級の存在にも、全く触れなかった。そして公共機関を民営化して、民間企業にしてしまえば、政治権力と癒着する民間企業が、ますます増えてしまう。あの総理大臣がやったことは結局、族議員、天下り官僚、利益誘導を受けている。一部の大手企業の利権を、ますます大きくすることだった。そしてあの総理大臣は、さらにまずいことをやった。あの総理大臣は、公共機関の株式売却により、財政赤字を削減すると言った。しかし公共機関は、
国民の税金で作られたものだ。その税金で作られたものを安値でどこかの民間企業に売ったら、それは大規模な税金の利益誘導になってしまう。そして結局その株式は相当な安値で特定の企業に売られてしまった。この株式売却に関わった人間は、その特定の民間企業から莫大なキックバックを受け取ったはずだ。これは大規模な税金泥棒と同じだ。だが俺はそのことに気がつけなかった。あの時、テレビにも新聞にも、そんな報道はまるでなかった。今考えると、すでにあの頃から、日本のマスメディアは、日本の政治権力に都合の悪いことは、取り上げないということが、起こっていたのかもしれない。それはつまり、あの時すでに、この日本で、言論統制が起こっていたということだ。その他に、あの総理大臣は、法律の規制緩和も主張した。今の日本の法律は、民間事業の活動について、安全の確保、技術基準の統一、競争の適正化、消費者の保護などを名目に、様々な観点から規制を加えているが、必要性の乏しい法律を廃止したり緩めたりして、これを緩和することで、活発な産業活動を促すといった。そして無駄なルールを減らすといった。そのことによって、競争の促進と価格、料金の低下、企業のビジネスチャンスの拡大と、消費者の選択の多様化、生産性の低い非製造業への競争の導入と効率化、自由競争の実現と生産性の向上、サービスの改善と技術革新の促進が可能になるといった。だが今はわかる。規制緩和などデタラメだ。あの時あの総理大臣は、大した根拠も示さずに、いくつもの法律を廃止した。根拠もなく、法律を廃止したら、ただのデタラメができてしまう。よく見直してみれば、当時あの総理大臣がやったことは、そのデタラメを作ることだった。法律を廃止するというのなら、それに代わる。もっと有効で効率のいい法律を作って、その新しい法律によって、必要のなくなったものを削る。という作業をしなければならない。
だがあの総理大臣は、そんなことは何もしなかった。自分たちが気に入らない法律を、ただ削っていっただけだ。それをやれば、日本の法制度の中に、デタラメができてしまう。しかしそのデタラメが、自分たちには都合がいい、と思う者たちもいる。族議員、天下り官僚。利益誘導を受ける。特定の大手企業の存在は、完全に憲法に違反している。しかしその憲法違反を裁く法律は、あれから25年が経った今も、作られていない。特に、大手企業に対する、国民の税金の利益誘導の謝礼として、大手企業から、莫大な政治献金を受け取っている。族議員は、政治家としての能力で、選挙に勝っているわけじゃない。彼らは、金の力で選挙に勝っている。それは民主主義に対する破壊行為だ。日本ではもう、30年以上も、そんなことがまかり通っている。そして、2002年10月25日に暗殺された。石井紘基が暴こうとした。日本の国家権力の闇。特殊法人と特別会計の問題は、今も解決されていない。特別会計の使い道。つまり日本国民の税金のほとんどの使い道を日本の政治権力は未だに国民に隠している。これも完全に憲法違反だ。でも、これを取り締まる法律が日本にはないんだ。あの総理大臣は聖域なき構造改革というキャッチフレーズを盛んに口にした。だがあれは国民を騙す呪文のようなものだった。あの総理大臣が本当に構造改革などやるはずがない。再生リスト9に続きます。